フジテレビの話題ばっかりになってますので、そうじゃない話題をしたいと思います。最近ですね、受験シーズンということで、中学受験の話題がかなり出ていて、東京に住む親はですね、中学受験に向けてですね、家族全員で必死に努力するんだっていう、涙ぐましい努力をしてるわけですけれども、大変ですねっていう、まず、僕は正直、学校の授業が僕小学校公立だったんですけど、田舎の公立でもう、だから受験したの40年前だわ。久留米大学施設中学校ってところを受験したんですけど、もう田舎すぎて私立ってものがあることすら僕知らなかったんですよね。で、そしたら小学校の僕の本を読んでたら、大体皆さんよくご存知のですね、星野先生っていう人が、ここはあなたの居場所ないから、塾行った方がいいよって言われて、僕は全教研っていう塾に行ってですね、塾の勉強のレベルの高さに驚愕をして、小学校4年生の時からもう塾に行くのがまあ楽しかったんですよね。で、僕柔道の道場に週3通わされていて、もうそれが本当に嫌でしょうがなかったんですけど、なんと、塾に行くとですね、柔道に行かなくていいんです、その日は。それでめちゃくちゃ嬉しかったのと、もうレベルが高くて、途中でこう駄菓子屋とかで買い食いできたりとか、そういったことが楽しくて、例えば駅で立ち食いそば食べたりとか、そういうのが楽しすぎて、あと、吉田くんっていう僕の同級生がいて、そいつは医者の息子で、今思えば別に大した話じゃないんだけど、まだ当時できたばっかのロイヤルホストとかに連れてってくれたりとか、全国で多分一番売れてるミスタードーナツって西鉄久留米駅ってところにあるんですけど、そこでドーナツ大人買いしてくれたりとか、お母さんがすっごい優しい人で、めちゃくちゃ可愛がってもらったんですけど、車もね、マーク2っていうのに乗ってて、八女市から久留米市までタイミングがあったら送ってくれたりとかして、うちの家は日産サニーだったな、みたいな。すごいな、やっぱ医者は稼いでんな、なんてね、思った記憶がありますけど、本当僕塾に行くと楽しいし、勉強楽しいし、全教研って、施設中学の半分ぐらいは全教研が多分合格させてたんだと思いますけど、そこでトップ20から外れたことないんですよね。っていうぐらい、勉強めちゃくちゃできた、勉強エリートだったから、中学受験超楽しかったっすけど、勉強できねえ奴にとっては地獄でしかないからね、はっきり言って。俺嫌だもんね。柔道の塾で、科目道通ってて、マジで柔道嫌いだし、得意じゃないし、投げ飛ばされるし、サボると体罰食らうし、もう最悪だったから、多分そんな感じだと思いますよ、正直。子供にとっては。嫌な思い出でしかないと。だけど、塾ぐらい行っとかないと、私がやれることは、この子にしてあげることはこれしかないなんていうふうに言ってますけど、チャット GPT とか使ってますか？あれ使ったらわかると思うんですけど、もう知能指数100超えてるんで、ってことは、半分以上の人が、チャット GPT より賢くないってことなんですよ。いや、とはいえね、みたいなこと言うんだけど、それはまだね、皆さんは柔軟な体とかがついてるんで、まだ AI には取って代わらないよなんていう風に言ってるけど、そんなのね、一瞬だから。まずデスクワーカーから仕事なくなりますよ。ホリエモン AI 学校っていうね、スクールやってますけど、そこでやってることって DX 化なんですよね。で、高齢少子化でやっぱり労働人口減ってるんで、やっぱどこの会社も今、人手不足なんですよね。で、人手不足を解消するために仕方なくみんな DX しなきゃいけないんだけど、昔 DX って金かかってたから、SIR とかにね、頼むとぼったくり価格でですね、めちゃくちゃお金取られるんで、本当に最悪だったんで、頼んでないところとかあるんだけど、今は本当にホリエモン AI 学校に行くとですね、リースキリングの補助金が出て 75% 政府が負担、最大 75% かな。負担してくれるんで、本当に一人1万円ちょっとぐらいで社員を研修に行かせられるんだよね。で、それで、ノーコードで大抵の会社の業務ってできんのよ。ファックスで受注をしていたのをパソコンに打ち込む事務員の人とかいたじゃないですか。ああいうのってデジタルファックスにして AI の OCR かけて自動的にデータベースに突っ込むってもうこれ全部ノーコードのツールあるから、それピピピって入れるだけで1人月とか簡単になくなるわけよ。そうするとさ、100万近く月人件費カットできて、1200万じゃない年間にしたら。1200万もさ、経費下がったらさ、どんな会社でも結構利益出んじゃないの？零細企業とかでね。っていうことを、まだ知ってる人少ないけど、そのうちもうみんな知るわけよ。だから一生懸命、勉強は得意なやつはいいよ。勉強の得意なやつはいいけど、勉強が得意じゃないやつに勉強させるって俺が柔道に通ってるようなもんだよ。精神病む人もいると思うよ。なのにもかかわらず、それによって中途半端に賢くなったふりをして、で、中学やっぱ行くとさ、進学校ってさ、勉強のさ、レベルが高いのよ。普通の公立中学校より。そうするとついていけないじゃん。で、
やっぱなんだろうな、自分がこの集団の会にいる状況って辛いのよ。わかりますよね。僕だって勉強できすぎたから、運動が普通なんだけど、集団的に言うとね。自分が勉強できるもんだから、勉強常に学年一番なわけですよ。公立小学校だと。だから運動もそれぐらいできないと悔しいじゃん。すごい悔しい思いしてたもん。っていうのが、皆さん、中学受験を子供にさせようとしてるのは、まず、勉強めちゃくちゃできる子はもう別。あんまり努力しなくていいから。俺、ほとんど地頭だけで言っちゃったから。はっきり言って。もちろんだからテクニックを教えてもらうんだよ。塾で、全くさ、何も知らない前提条件でこんな問題が出るよとかもわかんないで言ってたらあれだけど、こんな問題が出るよって言われて、あ、なるほど、こういう問題が出るんだ。そういう解く訓練というか、それ場数だからさ、大学受験で過去問やるみたいなもんよ。資格試験で過去問やるみたいなもんなんだけど、大体過去問やってたら傾向と対策わかるわけですよ。なんでそれで簡単、いや、だからそういう脳なんですよ。だから、そういう人たちは、特に多分中学受験苦労しないんだよね。だから苦労して中学受験に行くようなやつっていうのは正直トップアスリートじゃないわけですよ。めちゃくちゃ努力しなきゃいけないんだけど、それはすごい過酷な努力ですよってことですよ。一流大学みたいな狙いに行くわけじゃないですか。だからめちゃくちゃ辛いと思いますよ。中学受験で中学に入るのはいいんだけれども、その後、また苦難の6年間中高一貫校だと待ってるわけですよ。大学受験ってのを待ってるわけですよ。で、それで苦労して4年かけて卒業して、どんな仕事がありますかってことなんですね。で、今中学受験してるってことは、大学卒業するの10年後じゃないですか、最短で。10年後、2035年ですよ。AI ですよ。そりゃ。AI が人間の仕事をどんどん自動化してます。なので、週休3日が週休4日になって週休5日ぐらいになるかもしれないですね。今の受験エリって何かっていうと、なんだろう。記憶力と、あとは過去問みたいな世界じゃないですか。正直言って。僕全部受験やったんだよね。中学受験、大学受験ってやったんで、ぶっちゃけ今それが何の役に立ってんのかっつったら、英語がなんとなく聞けます。単語のボキャブラリーありますぐらいな感じで、まあそれもさ、もう今 DeepL とかさ、もうリアルタイムチャット GPT のさ、リアルタイムモードみたいなやつとかさ、そういうのでさ、もう全部自動翻訳してくれるじゃん。全然役に立たないとは言わないけれども、まあそれだけの価値はあんまりないよねっていうことを言いたい。今の現時点でもね。10年後どうかって言ったら、少なくとも今の受験勉強でやってることは全く役に立たないよねっていうことぐらいは断言できるよね。ってことは、何のスキルにもついてないわけですよ。その時点で。苦労して中学受験をした末路は無駄な投資でしたよ。でも、お金をかけちゃってるじゃない皆さんが。だから、まあ子供たちにさ、母さんこんなにお金かけてんだよと怒るじゃん。俺も怒られたよ。中学に入って、パソコン覚えて、パソコン買って、パソコンにハマっちゃったから、成績なんか上がるわけないじゃん。だって別にさ、受験なんてさ、6年後なわけだからさ、中学の時勉強する意味ないじゃん、全然。必要最低限でいいじゃん。だから全然、もう、高校1年の時とかさ、200人中199番とか取ったことあるよ。201人中199番か。とか取ったことあるんだよ。っていうぐらい俺、全然勉強してなかったんだけど、東大受かったのよね。で、それはやっぱり地頭じゃん。中学受験で、おそらくトップ10ぐらいの成績で僕、受かってんですよ。あそこに。久留米大附設中学校に僕はトップ10ぐらいの成績で受かってんですよ。っていうのがあるから、やっぱり大学受験も同じだったっていう、まあ半年間ぐらい猛勉強したら通ったよね、現役でっていう話なんですよ。運動が得意じゃない子にさ、J リーガー目指せみたいに言ってるようなもんですよ。無理無理。だから得意なことをこれからはやらせた方がいい。得意なこと何かわかんないけどさ、まあそれはさ、いろんなことやってみてもらってさ、それをさ、すぐ飽きてやめるとか、飽きてやめるんじゃなくて嫌だからやめてんだ、あれは。面白くないから、つまんないからやめてるわけじゃん。それは合わなかったってことですよ。塾通うのはさ、好きな子もあんまいないと思うけど、俺、めちゃくちゃ好きだったからね。中学受験にすげえ頑張ってる人たちにほんと申し訳ないんだけど、やめた方が身のためだと僕は思ってます。ということで、今日は中学受験に対して皆さんが持論というホリエモンの持論っていうものをですね、語らせていただきました。いってらっしゃい。